1週間の地震についてお伝えする週間地震情報です。この1週間、長野県では震度5弱の地震がありました。まずこちらの図をご覧ください。こちらは20日の午前10時までの1週間に発生しました震度1以上の地震の震源をプロットしたものになります。この1週間ですけれども、こちら18日の夜に長野県北部を震源とする地震がありまして、震度5弱を観測しています。その他のところも含めて、この1週間で震度3以上の地震は合計8回発生をしています。この長野県の地震です。地震が起きたのは18日の20時19分頃です。マグニチュードが 5.1、震源の深さが13キロと比較的浅い場所で発生した、いわゆる直下型地震ということになります。この地震で長野県の大町市、小川村、筑北村で震度5弱の揺れを観測しました。長野県北部を震源とする震度5弱以上の地震は2018年以来7年ぶりのこととなります。この18日の地震の後、地震活動が活発化をしまして、震度4が2回、震度3が2回発生するなど、体に感じる地震は合計50回ほどに達しております。このエリアの特徴です。こちらがですね、過去の地震を見たものになるんですけども、まず赤く伸びているこの線、これがですね、日本列島の中でも屈指の大断層です。糸魚川静岡構造線断層帯と呼ばれます、大変大きな活断層です。今回の地震はこの糸魚川静岡構造線のすぐ近くで起きました。こちらですね、これが18日に起きた地震です。この長野県内というのは北部、中部問わずですね、この地震活動が以前から活発でして、北部ですと比較的最近では2014年11月に上白断層が動いて発生した地震がありました。これがマグニチュード 6.7、怪我人46人、全壊家屋77棟など大きな被害が出た地震です。また少し古いですけれども、1918年、大町地震と呼ばれる地震がありました。これでも家屋3000棟近くが破損するなどの大きな被害が出たわけなんですけれども、このように今回の地震の近くでは過去から何回も大きな地震が起きているといったところになります。で、今回の地震については、この20時19分の後、先ほどの通り体に感じる地震が多発したんですけれども、今日になってからは、20日になってからは体に感じる地震は起きておりません。余震の方は順調に収まってきているということが言えそうです。そして次の地震ですね。こちらが18日の午前中に発生しました大分県中部を震源とする地震です。この地震はマグニチュード 3.7、震源の深さが8キロと浅い場所で起きたものでして、大分県の別府市で震度3の揺れを観測しています。この大分県の中部では18日の朝から体に感じる地震が急増しまして、震度1以上の地震が合計10回発生をしております。この別府市などの大分県の中部も活断層が集中している場所になります。特に今回の地震の震源はですね、このように東の方から伸びておりますね。これも日本の中でも大断層といいます。中央構造線断層帯と呼ばれます断層の西の端に当たっておりまして、その中でもこちら、堀田浅見川断層付近というふうな場所ですね。堀田浅見川断層の近くで今回の地震は起きたものとみられます。今回のこの18日の地震についても、発生後体に感じない小さな地震も含めて一時活発化しましたが、19日12時以降、この24時間ぐらいですね、19日12時以降、今日20日の12時までについては体に感じない小さな地震も含めてほとんど起きておりません。活動の方は一旦収まっている状況と見て良さそうです。そして次に海外ですね。USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード 4.5 以上の地震の震源をプロットしたものになります。この1週間最も大きかったのは日本時間の4月16日に起きましたインド洋南部の地震です。マグニチュードが 6.6、震源の深さが10キロとなっております。浅い場所で起きた大きな地震だったんですけれども、津波の発生はなく、周辺に島もないため揺れによる影響も出ておりません。今回のこの
震源、これはですね、オーストラリアプレートと南極プレートの境目付近です。でこの境目は日本付近のようにプレート同士がこう押し合って、片方が沈み込むといった場所ではなく、プレート同士が分かれていくような、場所に当たっておりまして、日本付近のタイプとはちょっと違うものということになります。その分かれていくようなタイプですと、大西洋ですね。この辺りにもあります。地球上で見ますと、プレートが沈み込むエリアと、そこのプレートが分かれていく、生まれるエリアというのもありまして、様々なタイプの地震が起きているということになります。最新の国内の地震情報ですとか、海外の地震に関するニュースについては、お天気アプリ、ウェザーニュースでもご覧いただけます。